こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。7月25日土曜日、時刻は夕方の6時半を回りました。今日は珍しく部屋の中で動画を回しています。ずーっと雨が降ってます。昨日もずーっと雨降ってました。で、明日も雨です。この3日間ずーっと雨続きです。どこへ行ってもめっちゃ雨が降ってて、でしかも場合によってはもうなんというか横殴りの雨が来て、それによってカメラ本体が濡れてしまう恐れがありますので、今回は珍しく部屋の中で動画を回しています。たまにはこういう日もありますよね。自分のやりたい時に限って天気が良くない、または天候に左右される、なんというか恵まれない時も当然あると思います。そういった出来事があったとしても、一旦やり方を変えてみる、一度工夫を変えてみる、既存のやり方であったり、それまで自分自身の中の凝り固まったこだわりを一度手放してみるという感じで、今日話すテーマは既存のこだわりを手放すこと、試行錯誤を絶やさない、こういうテーマで話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解、そしてこれまでの体験に基づいて話す内容となりますので、そういう意見もあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。これ僕個人のチャンネルですので、どんな風にやり方を変えようが、どんな風にして方向性を変えていこうが、それは全部個人の自由なんですよ。例えばチャンネルのコンセプトとしては、これまで日本国内もしくは海外を旅してきた経験と、および少ない荷物で暮らし実践するための手段、それの手段としてのミニマリズムをテーマに考え方やライフスタイルについて発信するっていう、そういう感じのコンセプトでこうして YouTube を続けてはいるんですよね。表向きはそんな感じでやってはいるんですけれども、日によっては今回みたいなこういう定点撮影をベースに一人語りで収録する時もあれば、どこかへ訪れたついでに撮影する Vlog スタイルで公開する時もあります。そういう感じで自分のその人生、その一部を切り取った形で動画に残す、いわば Vlog 日記みたいな、そういう感じで今まで続けてきたんですよね。けれど自分の普段住んでいる街の景色を交えながらこう歩いて撮影するっていう動画をよく撮ってたけれど、それも飽きてきちゃってね。で、なんか違うなと思って、それでちょっとやり方を変えてた時期もあったんですよ。ずっと同じカメラのずっと同じようなやり方、もうずっと同じ姿勢で、同じスタンスで続けてきたはいいものの、いろいろやっていく中で、ここはいいけれどここは良くねえなとか、こういう風にして編集すればいいんだとか、こうやって撮った動画をこうやってアレンジすればいいんだって、いろいろね試行錯誤を交えて続けてきたんですけれども、ある程度やり続けると途中でなんというか行き止まりが見えてきて、もうこれ以上伸びしろがないな、ちょっとやり方変えてみようかなとか、行き止まりが見えてきたら一旦方向を変えてみるっていう、それぐらいの柔軟性があってもいいと思うんですよね。これまでにもそういう風にして YouTube を続けてきたんですけれども、その撮影方法だったり、そのあらゆる手法でこの動画撮影におけるこの表現を変えてみたりとかしていろいろやってきたんですよね。今は新しいカメラってほとんど買ってないんですけれども、それまでは
よく一眼カメラを買ってた時期があったんですよね。一眼カメラを買ったのは確か初めて買ったのは2022年の10月か11月頃で、ソニーのカメラを買ったのが初めてでしたね。あれは1代目と2代目、そして、3代目のカメラでようやく落ち着いたっていう感じで。ちょっと待ってくださいね。これが現在僕が使用しているソニーの α7 IV というフルサイズ一眼なんですけれども、控えめに言って、満足しています。まあこれ以上大きいサイズのものは買えないですし、でいろいろ試してみた結果、これ以上性能を上げなくてもいいかなって思ってるんですよね。どれだけハイスペックなものを買ったとしても、それを頻繁に使わなければ意味がないですし、なんというか、どんなにいいものを買ってもしばらく時間が経てばそれに慣れて、もうその状態が当たり前になって、だんだんと感動が薄れてくるんだろうなって、なんかそんな気がしたんですよね、今までの経験を振り返ると。でそのこともあって、先ほども話したように、もう当分は新しいカメラを買わないっていうふうに決めました。年々その新しいカメラが出てくるものの、新しい製品が出たとしても、そんな目立った技術的な変化ってあんまりないんですよね。どのメーカーも飽和状態でして、飽和状態というか、もう伸びしろが少ないというか、ほんのわずかにマイナーアップデートを重ねたりとか、あとは細かい部分を修正したりするっていうような感じで、多分その各メーカーともに使い勝手を良くしたりとか、あとは耐久性の向上だったり、あとバッテリーの長持ちできるかとか、そこら辺の取り組みもおそらく続けてると思うんですよね。けれど先ほども話したように、これまでいろんなカメラを試してきた中で、今持ってるこのソニーのカメラも今年で2年目なんですよね。まだ、全然不具合とかそういうのはないですし、これから先も使い続けていきたいですし、おそらく現時点で最新型のものと2つの画面を比べたとしても、そんなに見分けがつかないんじゃないかなって個人的にはそんな風に思ったんで、それよりも一度買ったものをできる限り長く使い続けたいっていうのが本音なんですよね。それもいろいろ試してきた中で、何が何でも新しいものじゃないといけないとか、なんかそういう風に思う人いるかもしれないけれど、本当にそうしないといけない必要ってあるんだろうかって、なんかそんな気がしたんですよね。いろんなものの値段が上がって、これから先ももっと物価が上がって、もっと支出が増えてくるかもしれないんで、そのことを考えたら、今持ってるものを長く使い続けて、壊れるまで使い続ける。壊れたりとか途中で不具合が起きたり、何かしらその買い替えないといけないような理由が出てきたタイミングで新しいものに変えるっていうような、もうそういう風にしてやっていけばいいんじゃないかなって、個人的にはそんな風に考えています。ちょっと話がずれてしまって申し訳ないんですけれども、今使ってるこの小さいカメラ、このアクションカムで今撮ってるんですよ。ちょっといつもと違うアングルで撮ってるんですけれど、この撮影開始に至るまでのハードルというか、この段取りをもっと少なくしたいなと思って、最近ちょっとこの暑さ、この高温多湿でもうすごいべったりとするようなこの蒸し暑い暑さの中で、この蒸し暑い中でなんかカメラのセッティングや三脚に取り付けるっていう作業がちょっとね、だんだんと面倒くさくなってきて、いや別に嫌いじゃないんですよね。今でもこれ気に入ってるんですけれど、そこに三脚も置いてあるけれど、なんかちょっとね、だるいんですよ。これまでの動画でも何度か話をしたように、僕自身はすごい面倒くさがりでして、しかも今日みたいにこうやって一人語りをベースに話をするっていうぐらいだったら、これスマートフォンでもいいし、なんなら頻繁に屋外で使っているこのアクションカムを家の中で
使うことはできないかなってふとそんな風に思ったんですよ。今までは外で撮影することが多くて、でアクションカムってこれ画角がすごい広いんで、家の中の見せたくない部分まで映ったりするリスクがあったりするもんだから、今まであんま使ってなかったんですよ。とはいえこれも編集する段階でこの右半分のところを非表示にすればそれで対処できるんじゃないかなと思って、今試しにねいつもと違う形で、試行錯誤も兼ねてこういう形で動画を回しています。アクションカムは外で撮るのが当たり前とか屋外で撮るのが一般的みたいな、なんかそういう固定観念またはそんなイメージがあるかもしれないんですけれど、使い方とあとはパソコンに取り込んで編集する時の編集次第ではいくらでもごまかせるし、いくらでも工夫できるんじゃないかなって今日外出中になんとなくそう思ったんですよね。今日みたいにずっと天気が悪くてなんか外で撮るのがしんどい、またはそういう天候不良の理由でちょっとハードルが上がってしまうような時があったとしても、やり方次第では今みたいな形で撮影する、こういう形で収録することもできるんじゃないかなって、これも一つの実験としてやってるんですよね。もっと撮影時におけるこのワークフローをもっと軽くしたいですし、もっとこう簡単でかつ少ない手間と労力で即座に楽しめるぐらいの、即座に取り掛かるぐらいの気持ちでやれるようにした方がもっと継続しやすくなるんじゃないかなと思って、試しに今こういう形で収録してるんですよ。で今これ見えますか、この手に持ってるこのマイクなんですけれど、このマイクとカメラ本体、この2点があれば簡単にこう Bluetooth でペアリングできるんですよ。これがめっちゃ楽でして、そうそう、ちょっと待ってくださいね。はい、こちらが現在僕が使用中の DJI マイクミニの本体ケースなんですよ。この中にちょっと待って、これ片手でどうやって開くんだ、できた。はい、こういう感じでこれ中身がこう今閉じちゃった。はい、こんな風になっているんですけれども、この真ん中についているこれ見えるかな、こちらの受信用のレシーバーみたいなものがあって、でこれをこの一眼カメラの上のところにこう固定して、でその上でこのマイクと接続するっていうね、こういうやり方もあるんですよ。ただそれだとね、その撮影するたびに付け外したりするのが大変でしてね、大変っていうか地味に面倒くさいんですよ。別にそれ自体が嫌というわけではないんだけれど、先ほども話したように僕自身はすごい面倒くさがりな性格ですので、それだったらこの本体重量が軽くて、でなおかつ普段の屋外撮影で使用しているこのアクションカムを家の中でも積極的に使うことはできないかなと思って、それも天気が悪い日、またはちょっと体がだるい時、今日みたいなこの湿度が高い中でちょっと体のだるさが起きたりするけれど、そんな中でも気軽に取り組むことができるようなやり方はないかなっていろいろ考えた結果、それまでのこだわりやそれまでの既存のやり方をちょっと一回手放してみようかなと思って、でそれで今こういう形でカメラを回しています。というわけで今日はちょっと天気があまり良くなくてですね、でなおかつこの湿度が高い中で体がだるいなっていうような時でも気軽に取り組めるこの撮影時におけるセットアップの簡略化、または今までのやり方を一部変えてみるっていう、そういうテーマを交えて、今思いつく限りのことを話してみたんですけれども、いかがだったでしょうか。多分ねいっぱいいると思うんですよね、僕以外に YouTube をやってる方って。でそれもその日の気分だったり、今日はなんか天気が良くねえな、今日めっちゃ暑いな、だるいなとかいろいろ思う
思うところはあるかもしれないけれど、その中でちょっと今までのやり方を少し変えてみるとか、ちょっとここだけ変えて、で試しにこういう形式で新たに始めてみようかなとか、なんかそういうふうにして試行錯誤および実験としての取り組みだったり、何かその新しいことに触れてみようかなっていうような、何かそういうのを考えてる人がいたら、まあそうですね、その人たちの背中をそっと押せるような、そんな些細なきっかけにつながればいいなというふうに僕は思います。というわけで、他に話すことは特にないんですけれども、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。